どうも、あみあみパフと申します。今回はボーダー柄とフリルが可愛いティッシュケースを編んでみました。2色の毛糸を使用しますが、鎖編み、長編み、細編みができたら編めるので、ぜひ一緒に編んでみてください。色を変えても可愛く仕上がると思います。ぜひお気に入りのケースを作ってみましょう。用意するものは段数マーカー、糸通し、とじ針、ハサミ、かぎ針6号と7号、毛糸2色です。これから鎖編みを編むのですが、裏山をすくって編みたいため、最初は7号針で緩めに編み進めます。6号針で均等に緩く編むことができる方はそちらでも大丈夫です。まずは糸を左手の薬指と小指で挟み、人差し指にかけ、中指と親指で糸を持ちます。糸をピンと張り、かぎ針を下から押し当て、ぐるりと半時計回りに回します。針をかけ、引き抜き、結び目が小さくなるように糸を引っ張ります。もう一度針に糸をかけ、引き抜き、鎖編みが一目完成しました。このままに15目鎖編みを編み進めます。25目鎖編みを編み終わりました。ティッシュの幅と確認をしておきましょう。少し大きめなので OK です。立ち上がりの鎖を3目編みます。4目目に長編みを1目編みます。鎖をひっくり返すと裏のポコポコ出ている部分があり、それが裏山で、そこに針を通し長編みを編みます。裏山をすくって編むことで、端の仕上がりが綺麗になります。立ち上がりの鎖は長編みとしてカウントしません。長編みの頭にマーカーをつけておきましょう。次からも1目に1つずつ長編みを編んでいきます。25目分編み進めましょう。ラスト1目まで編みました。最後も裏山を拾って長編みを編みます。長編みを編んだ後も、サイズが問題ないか一応確認しておきましょう。編み加減がきつい場合は縮んでしまうので、最初の鎖編みを増やすか、縮まないように緩めに編むようにしましょう。次は3段目です。立ち上がりは鎖3目でもいいですが、目立たない立ち上がり方法で編み進めます。まず鎖1目を編み、ひっくり返し、長編みに細編みを編み入れます。細編みの左足部分をすくい、さらに細編みを編みます。これで目立たない長編みの立ち上がりの完成です。上の V 字になっている頭にマーカーをつけます。最後、端は見えなくなるので、目立たない編み方をする必要はあまりありませんが、頭が V 字になり次の段で目を拾いやすいのでこのような編み方をしています。難しかったら鎖編み3目で立ち上がりましょう。次の目から1つの目に1つずつ長編みを編みます。端まで編み進めます。端まで編み進めました。マーカーを外し、最後の目にも長編みを編みます。3段目が完成しました。次は4段目です。4段目からは違う糸で編み進めます。最後に編んでいた長編みをほどき、長編みの途中で糸換えをします。紫の糸でまず長編みを途中まで編みます。途中まで編めたら、紫の糸を休めて、白い糸を持ってきます。白い糸を針にかけ、糸を引き出し、残っている紫の糸と、白い糸の端を引っ張り糸を引き締めます。これで4段目を白い糸で編み進めることができます。鎖を1目編み、ひっくり返し、細編みを1目編みます。
糸端は見包まなくて OK です。マーカーをつけておきます。次の目からも細編みを編み進めましょう。ラスト1目でもマーカーを外し、細編みを編みます。これで4段目の完成です。次は5段目です。まず鎖1目で立ち上がり、ひっくり返し、細編みを編みます。細編みを編んだらマーカーをつけましょう。端まで細編みを編み進めます。端まで編み進めます。端まで編み進めました。マーカーを外し、最後の目にも細編みを編みます。白の糸でまず細編みを途中まで編みます。途中まで編めたら白の糸を休めて、紫の糸を持ってきます。紫の糸を針にかけ、糸を引き出し、紫の糸の端を引っ張り糸を引き締めます。5段目が完成しました。次は6段目です。立ち上がりの鎖を1目編み、ひっくり返し、目立たない立ち上がりをします。糸換えをした糸はこのようには立っていますが、最後には見えなくなるので気にしなくて OK です。立ち上がりは鎖3目でもいいですが、目立たない立ち上がり方法で編み進めます。細編みの頭に細編みを編み入れます。細編みの左足部分をすくい、さらに細編みを編みます。これで目立たない長編みの立ち上がりの完成です。難しかったら鎖編み3目で立ち上がりましょう。上の V 字になっている頭にマーカーをつけます。次からは1目につき1目ずつ長編みを編み進めます。端まで編み進めます。端まで編み進めました。ラスト1目です。マーカーを外し、長編みを編みます。これで6段目の完成です。次は7段目です。立ち上がりの鎖を1目編み、ひっくり返し、目立たない立ち上がりをします。上の V 字になっている頭にマーカーをつけます。次からは1目につき1目ずつ長編みを編み進めます。端まで編み進めます。端まで編み進めました。ラスト1目です。マーカーを外し、長編みを編みます。長編みを途中まで編みます。途中まで編めたら紫の糸を休めて、白い糸を持ってきます。白い糸を針にかけ、糸を引き出し、残っている紫の糸を引っ張り糸を引き締めます。これで7段目の完成です。次は8段目です。鎖を1目編み、ひっくり返します。長編みに段分白い糸を渡らせるので、突っ張っていないか、緩みすぎていないか確認してください。根元に細編みを編み、マーカーをつけます。
次からも一目につき一つずつ細編みを編み進めます。このように2段目から5段目の編み方を繰り返しながら編み進めましょう。29段目まで編み進めました。白いラインが7つあったら OK です。この時点でティッシュの幅と合うかどうか確認しておきましょう。長さが合わない場合は、2目を増減させて合わせてください。横が12センチ、縦が 18.5 センチほどあります。次は紫の糸で編みたいため、白い糸を一旦ほどき、糸換えをしましょう。鎖3目で立ち上がり、ひっくり返します。白い糸はカットしてしまいましょう。立ち上がりの根元に長編みをもう一目編みます。次は隣の目に長編みを3目編み入れます。このように一つの目に長編みを2目、3目編み入れることを繰り返しながら端まで編み進めましょう。端まで編み進めます。端まで編み進めました。ラストはマーカーを外し、長編みを2目編み入れて終了です。紫の糸はこれで終了です。最後に鎖を一目編み、ぎゅっと絞って糸をカットしましょう。ひっくり返し、次は白い糸で編み終わります。紫の糸端がある側から編み始めますが、どちらから編んでもらっても OK です。白い糸を通し、鎖一目で立ち上がり、根元から細編みを編みます。次からも一目につき一つずつ細編みを編み進めましょう。端まで編み進めます。端まで編み進めました。最後に鎖を一目編み、ぎゅっと絞って糸をカットしましょう。糸処理をする前に表になる方を決めて、マーカーをつけておきましょう。表に響かないように糸処理をします。中表になるように折り、マーカーをつけて縫い付けやすくします。ボーダー柄を合わせるようにしてマーカーをつけると、綺麗に折ることができます。中心に2つ、両端にもマーカーをつけるとこの後縫い付けやすいです。反対側にもマーカーをつけておきましょう。縫い付ける辺の3倍から4倍の長さの糸を用意し、針に糸を通します。まずはマーカーを外し、端を何周か編み付けます。端にある長編みと細編みの体部分に針を通しながら、かがり縫いをします。
中央部分も何周か編み付けて丈夫になるようにしましょう。フリル部分は見つけないように注意してください。端まで編めたらそのまま糸処理をしてしまいましょう。反対側も同じように編み付けます。両側編み付けることができました。最後はひっくり返し、角をきれいに出したら完成です。完成形のサイズは横が11センチ、縦が 8.5 センチほどです。いかがでしたでしょうか？フリルとボーダー柄が可愛いティッシュケースを編むことができました。皆さんもぜひ編んでみてください。ここまでご覧くださりありがとうございます。可愛いものをたくさん作っていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。コメントももらえるととっても嬉しいです。メルカリでも販売しておりますので、よかったら覗いてみてください。